私もその自分が知ってるとは思わないし、ソクラテスがよ言ってる言葉なんですけど、自分は知らないことを知っているっていう。でもそっちの方がめちゃめちゃ向上心ありますよね。だからなんかそういう精神がすごく好きですね。
陶芸と出会ったのは大学院の2回生の時にたまたま焼き物に触れる機会があってけど、もともとは、油絵を高校中退してから描いて、そういう学校に通ってたんですけど、やっぱり油絵とは違う表現方法はないかなっていうのをずっと模索してて、数年後にそうやって焼き物に出会って、そこから焼き物の道に入っていきました。でももともとはその時も油絵よりか彫刻をやりたかったんですけど、16だったのでデッサンとか基礎からやった方がいいっていうので油絵入って、ただ自分がやりたいものはファインアートかって言った時にファインアートとはちょっと違うなっていうのは感じていて、その時はまだ焼き物にも出会っていなくてファインアートではない何かがものづくりがしたいなって思ってたんですけど、とりあえずは大学行って哲学の勉強して、その半ばで焼き物であって、そこから修行して今独立してって感じです。このグッと触った感じとか、その立体になる面白さとか、素材としての面白さ、自分の楽しさっていうのが一義的な面と、二義的な面としてはやっぱり作って満足じゃなくて誰かも使ってもらえる、で喜んでもらえるとかで、一緒に作る陶芸教室の場であるとか、いろんな可能性があるなっていうのを感じました。やっぱり焼き物で器の場合っていうのは用途も明快で、なんとコミュニケーションがしやすいというか、それでやっぱり向こうも感想をダイレクトに言ってくれてこっちも活かしやすいとか、そういう双方向性が特に用の美と言われる焼き物とかの特徴かなと思います。自分を押すってことが私の本意ではないんですけど、やっぱり自分の作ったものが自分がめちゃめちゃ出てくるなっていうのはあって、例えば私古いものが好きなのでアンティークっぽいものにやっぱり寄ってしまうとか、自然とか植物が好きなのでそういうモチーフが多いとか、自己表現してるつもりはないんですけど、結果的にそうなってしまいますね。でもそれで嬉しいことが、そういうことを共感してくれてまた使ってくれてとかいうのも嬉しいです。自分の思想が現れてるなっていうのはやっぱモチーフ選びですね。アンティークとその自然モチーフ、アンティークに関して言えばすごい私古いものが好きっていう思想だから、それは私がプラトンっていうすごい2000年以上前の人を研究してたのもそうですし、やっぱ古いものにすごく惹かれてしまう、そういうのがやっぱり作品に現れてるっていうのが一点と、さっき言った自然モチーフが多いっていうのも、日本ってアニミズムの国、自然崇拝でやっぱり山とか植物いろんなものに命が宿っているっていう、そういうことにやっぱり共感するので、そういうことも間接的にすごい出てるなというのは感じます。美的っていうからには目で見て美しいもの、アートとかでも何でもそうですけど、でもそのアートの中にはいわゆる絵画とか立体のアートだけではなくて、やっぱり器とか常日頃使う家具とか、そこ台所用品でもいいですし、そういうものからもやっぱり美的感覚って養われると思うので、そういう使うものから美しくありたいなっていうのが一点と、あともう一点はかといって視覚的なアートにとどまらずっていうのを持っていて、その文学作品であるとか社会的背景を知るための書物であるとか、そういうところからもやっぱ何かエッセンスを得られないと自分の感覚について表現できないんですね。結局あまりその説明する機会ってないんですけど、やっぱりそこは説明できた方がフランスの人とか結構できるんですよ。自分の作品を見せるだけじゃなくて、自分はこれこういう背景があって、こういうものに惹かれてこういうものを作ってるんですってことを説明できるんですけど、自分も自分とかその作品を説明できるようにそういうものをインプットは結構心がけてます。
哲学って今の定義だとよく考えるとか物事を再定義するとかいろんな定義があると思うんですけど、もともとの哲学ってすごい対話が大事なんですね。自分の考えを表現するっていうよりも対話していく中でそのプロセスを楽しんだりとか、そういうものが哲学で、そういった意味でその対話性っていうのも焼き物の中の私一つに入ってるので、そこら辺も魅力でした。あと哲学になると今研究者っていう道くらいしかないんですけど、私としてはフィールドが違うだけでやってることはあんまり変わらない、対話性もあるしみたいな。でも土との対話でもありますし、実際人とも、コミュニケーションやっぱり取るので、ギャラリーさんであったりとか使ってくださる方いろいろ、自分一人で1から100まで考えることもあるんですけど、いやこの大きさでとかこういう感じでとかいろいろそうやってご意見もいただきながら作ることも多いのでという感じです。もともとの哲学って結構私はロックなものだなと思っていて、結構活動的なもんだったんですね。哲学フィロソフィー、英語でフィロソフィーって言うんですけど、フィロが愛するでソフィーが知恵で、知恵を愛するっていうふうにみんな訳してるんですけど、じゃあなんで自分はフィロソフィアだっていうことを自称する人が現れたのかって言ったら、当時は自分は知識を持ってる人だっていう人たちがいて、自分たちはいろんなことを知っているっていうことで先生みたいな人たちがいたんですけど、ソクラテスたちは自分たちは知らないと、でも知ることを愛しているってそのスタンスとかがめっちゃロックじゃないですか。でだから私も自分が知ってるとは思わないし、ただソクラテスがよく言ってる言葉なんですけど、自分は知らないことを知っているっていう、でもそっちの方がめちゃめちゃ向上心ありますよね。だからそういう精神がすごく好きですね。スピリットというか哲学者の。私の中でも陶芸するっていうのがロックな活動の一つなんですね。今って機械製品で作られたものいっぱい売ってるわけで、自分で陶芸をしてご飯を食べていくってすごい難しいことなので、それをじゃああえてする意味ってどこにあるのかって言ったら、大量生産社会っていうものに対してもちょっと違和感を覚えるところもありますし、もちろんそれがなくなったら生活成り立たないので必要なんですけど、手作りのものもある程度今後も残していかなきゃいけないなっていうのを思ってるだけじゃなくて、私やりたいタイプなのでそういうのもあって自分が作ってます。思ってるだけだとダメで、だから自分で実際作って有言実行というか、だからやっぱり使ってくださる方にも感謝ですし、やっぱ自分が作れているっていうのも本当いろんな方お世話になっているので、そこはすごく思います。向上心、もっとこれしたいあれしたいっていうよりも、やっぱり自分に対してすごい自信もなかったし、どうやって生活しようとかとりあえず不安だったし、自己肯定感が低かったから努力したのかもしれないです。本来的に人は自己肯定感高い方がいいと思う
ので、そういう人を見てたらすごい羨ましいなと思うんですけど、もともと私は、今もそんなに肯定感高くないですけど、やっぱり肯定感高くないからこそやっぱりすごい頑張るそうそうそうっていうのあると思います。あとその自分の存在価値って自分結構分かんないんですね。自分の顔見れないし自分じゃみたいな、体の一部しか見られなくって、だからそれも思考も一緒だと思ってて、自分で自分のことを全部分かってるかって言ったら絶対分からないので、そう自分を正しく肯定するためにも他人とのコミュニケーションとか、他人から教わってあそっかとか思うこともね多いですよね。生身の人間だけでなくって本とかそういうのも好きですね。そう生身の人間の良さと本の良さとまた別にあって、やっぱ本の良さっていうのは場所時代を問わず、こっちが読むって一方的なコミュニケーションになりますけど、それも大事なやっぱり一つの大事な対話形式かなと思っていて、本とやっぱり生身の人間って両方好きですね。すごく便利で自分も活用している一方で、そこに偏重してるってすごいバランスが悪いなっていうのを思います。やっぱりデジタルの社会だと視覚優位になってしまう。実際に何か物を触ったりとかすることが少なくなりましたね。タッチくらいなもので、人類もともとはその道具を作れるようになったとか、やっぱりその手先の器用さっていうものが人間を特徴づけるもの一つだと思うので、やっぱり手を動かすっていうのは違う価値があるんじゃないかなと思います。私自身映像も好きで映画とかも好きなんですけど、やっぱりそれは現実ではなくて、その実際に経験するわけでもないし、そことの線引きってすごく大事だなと思っていて、スマホとかパソコンを通したら今何でも分かるみたいなこと言うけど、それはまた違うよなっていうのはすごく思います。だからやっぱりその自分が手で触ってっていう仕事とかも好きですし、その何でも100円とかで買えたりとか、すごいファストで便利だなって思う反面、やっぱりそれで何か失ってるんですよね。簡単に手に入った方がいいかもしれないですけど、もしかしたら自分で作った方が、それ以外で描けたいね体験をした方が物を大事にできるかもしれないし、もともとはすごい物ってすごく貴重で、1枚の布でも着る服から全部臓器になってしまったみたいな、そのくらい人間で物を大事にしてきたのに、今ってもう雑巾は雑巾として買うとか、物って本来はすごく大切なのに、そういうことがなくなっちゃったっていうのもすごく悲しいし、物がなかった時代大変だったと思うんですけど、それはそれである種豊かだったのかなとか、戻るというか、不便だけど不便だから不幸かっていったらまた別の問題だと思うので、だってこんだけ便利でも不幸って言ってる人がいっぱいいるわけでしょ。もちろん便利なところの素晴らしさも分かっているので、便利なものもちょっと享受しつつ、不便さも楽しめる方がいいのかなと思ってます。なんか長期的な意味での私短期的な思考しかできないので、とりあえず毎日を一生懸命いい感じで作って、今一生懸命してたらそのうちいいことあるっていう思考回路でしか生きてないので、ちょっと今のことしか考えられないんですけど、とりあえず日々いいものが作れるように努力しての繰り返しっていう感じでいます。とりあえず今を一生懸命生きてたらいいでしょみたいな未来の自分ってすごい不確かなものなので、そこに期待はしないで今頑張るっていう感じです。とりあえず今が一番大事で、今しか自分いないので今のために生きてます。で今しか生きれないんですからね。そう明日死んじゃうかもしれないし、だからちょっと今めっちゃ頑張ってます。